たった3つの動作ですよ。たった3つの動作で今の自分よりさらにかっこいいダンスが踊れると思ったら絶対できたくないですか？おはようございます。レクナット東京のショミです。今日はハンドウェーブをレッスンしていきたいと思います。今からの5分から10分のレクチャー動画の中で使う動きは3つです。たったの3つの動きを覚えればハンドウェーブがあら不思議できるようになります。ハンドウェーブができるようになると、リズムやステップでしか表現できなかったダンスパフォーマンス、シンプルな直線と曖昧な曲線だけのポージングから表現の幅が一気に広がります。たった3つの動作ですよ。たった3つの動作で今の自分よりさらにかっこいいダンスが踊れると思ったら絶対できたくないですか？ね、やりたいよね。はい。まあダンスやってますって言うと、じゃあちょっと踊ってみてよって言われるじゃないですか。そういう時にね、そういう時の必殺技としてこのハンドウェーブおすすめです。実際にですね、僕も言われました。ちょっとやってみてよで、その時にハンドウェーブを、ちょっとカラオケでかましたんですけど、もうそれ以来そういうことを言われることはなくなったので、もうここで一発ね、黙らせてやりましょうよ、これでね。そのためにも、このハンドウェーブは絶対できるようになってください。はい、ということで家で一緒にやってみよう。日常生活でも使えるダンステクニック、ハンドウェーブ3日間チャレンジです。1日目は手首の動きをレッスンしたいと思います。キレキレのこっちから始めましょう。はい、じゃあまず1日目の動きは手首の動きです。むしろこれはもうダンスとかじゃないです。もはやね、日常生活でしょっていう感じなので、ここはもうサクッといかしていただきたいと思います。手をまっすぐにして手首を曲げるだけ、以上なんですけど、注意してほしいことといえば、今回は90度という言葉をよく覚えておいてください。90度です。90度、ここですね。手首とこの手のラインの折った時の角度がしっかり90度になるようにしてください。これがこっちに入っちゃったりとか、中に入っちゃったりとか、緩かったりとか、こうやって意味がないので、パッて折った時に一発でバスン90度の位置に手首が曲がるようにしましょう。1日目はこれだけです。もうここの筋肉が言うこと聞かなくなるまで今日はこれでいって、お母さんたちは料理するの大変になっちゃうかもしれませんけど、ちょっと練習してみてください。これはもう簡単です。はい。
いかがだったでしょうか。今日覚えたハンドウェーブを使った簡単な振り付け、そしてポージングなどなどはインスタグラムの方にアップしますので、ぜひチェックしてみてください。練習ができたらいいねボタン、振り付けが完璧に覚えられたらハートマークで、ぜひ、コメントなどもお待ちしております。ストーリーズなどにもシェアしてもらえれば、僕からここはもうちょっとこうだね、ちょっとここの動きがあれだね、一言コメントを、返させていただきたいと思うので、ぜひうまく活用してダンスの練習を毎日してみてください。お疲れ様でした。また会いましょう。